こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、今年中にやっといた方がいいこと、年末までにやっといた方がいいことっていうお話をしたいと思っています。今年、年末までにやっといた方がいいこと、掃除もやっといた方がいいよね。これだけはやっといてくださいっていうのをちょっとやりたいと思います。ちょっとね、いつもと違うなんだっけ、スマホはねやっぱりちょっと限界に来たので違うのでとってちょっとビューティー加工してます20%ぐらいやっぱちょっとシミとか見えちゃう20%ぐらいビューティー加工してます。で今年にやっといた方がいいことなんですけれども、何かっていうと、自力とか自立の覚悟をするっていうのをやっていただくといいと思うんですね。自立の覚悟をする。で自立っていうところで言うと、なんかこう経済的に自立するとかっていうよりも、まずはやっぱ精神的な部分の自立っていうことを、覚悟していただくといいんじゃないかと思います。でここがなんでね、やっといた方がいいかっていうと、今月掃除もありますし、要はそこからまた反転していくと思うし、来年にもね向けてやっといた方がいいと思うんですね。でどうせね来年やるんだから今のうちにやっといた方がいいよっていうことなんですよ。自力とか自立って何でした方がいいかっていうと、自分にね力戻るんですよね。自力でやると自分に力戻るんですよ。自立をしていくと自分に力戻る。なんでこういう風になるかっていうと、要は気づきが自分で考えるとね、気づきが起きてくるんですね。自分でやっぱり考えたり自分で行動したり、自分っていう、軸を自分に戻すっていうことでもあるんだけど、それプラスやっぱり行動とかも出てくるじゃないですか。でその時に何かに依存してたり、何かのものをそのまま鵜呑みにしてたり、そういう感じで依存してるわけじゃないんだけど、結局そういうものに左右されるような自分自身っていうのが結構あったりすると思うんですけど、やっぱしっかり自分自身で考えるっていうことをすることによって、自分で考えるっていうことをすると気づきが起きてくるんですね。で前にも取ったんですけど、気づきが起きてくるっていうのは魂の成長がすごくありますし、あと一番ここで気づいて目覚めるんですよ。目覚めっていうのは気づかないと目覚めないんですね。自分でできるんだっていう。だから私たちは創造主だから、創造主とかなんていうの、大いなるもので、その根源から生まれてて、いろいろ派生されてあなたになったり私になったりしてるわけだから、そのどこに私にそんな力あるんだって思うと思うんだけど、やっぱりそれに気がつきたくて生まれてきてるんですね。だから誰かに依存してたり、誰かにやっぱり軸を譲ってると、結局のところ自分の自力になんていうのか、自分の軸に戻すのにすごい時間かかったり遠回りになっちゃうってことなんですよ。だから、こういうスピリチュアルとかのお仕事してる方とか、何かの分野で人に教えてる方も、やっぱ一人一人が自立させてあげること、自立とか自力の方に持ってってあげるっていうことが本当に大事だと思うんですね。やっぱこれがないとダメみたいな形になってるっていうのは、もう依存が生まれてるっていうことになってくると思うから、そこもやっぱり考えていかないといけないと思うんですね。でなぜならやっぱ気づかないから、自分で考えるってことをしなくなってくるから。でそれがないとダメっていうのはさ、自分だけで要は創造主だから完結するはずなんですよ。だけどこれがないとダメっていう状態はやっぱ何かに依存してたり執着してるっていうことになってくると思うから、やっぱそこに対して自分でしっかり向き合うというのが大事だと思います。で、やっぱり他人を当てにしてたりとかね、何かに執着してたり、ここがもうさ揺らいでくると思うんですよ。他人を当てにしてるっていうのは、この人が言ってるからそうなんだってすぐ動いちゃうとか、もちろんそれもいいと思うんだけど、自分はどうなのかってやっぱり一回落とし込んで、この何かを言ってる人がいたとしたら、なんか一回自分はどう思うかなって落とし込んで、同じ意見だなとか、一回自分でしっかり考えて調べるとかね、これもね自力になってくるんですよ。調べるっていうこともそうですね。そうそうで他人を当てにしててもやっぱりそういうのが揺らいでくるから、それはもうやらない方がいいと思うんですね。であと何かに執着してたり、やっぱりこう食べ物とかでもそうだし、なんかこう人もそうだし、ちょっとエロラお願いします、すいません。そうあとはそうだな、親とか旦那さんとか、何かとにかくそういう執着してるものがある方はやっぱそこをね手放していく。
っていうのが本当大事。あとすごいなんか嫌な思いしたものをずっとさ引きずってたり、それも執着になってくるわけだから、そこから抜け出せない、執着してるの自分っていうことなんですね、結局のところ。だからそこと向き合う勇気、内側の違和感とかに蓋しないとか、そこと向き合ってやっぱりそれを手放していったりクリアにしていくっていうことを、いろんな動画撮ってますけど、なんでそれやるかっていうのは自分のやっぱり自分でそれをやろうとする意識、あとやっていくっていうこと、自力でできますから、それをやっていくことによって本当の意味での自分でできるんだっていうことに気がついて力を取り戻していくっていうことなんですね。そうだから自分で考えることによって魂の成長が起きてくる。逆に言ったら自分で考えないと魂の成長は起きないってことなんですよ。であとはその自分でやらないと、自分でやりたいんですよ、やりたいの本当に。そうやってなんていうの、誰かに言われたことを鵜呑みにしたいんじゃなくて、本当に自分はやりたくてやっぱ今世生まれてきてるから、今いろんなことがね地球の中で起きてるのはやっぱりね、ちょっと強烈なことがあると人間ってねやっぱり目覚めていくんですよ。特にちょっと怖いことみたいなことがあると、生とか死をねギリギリのところに来た時にやっぱりそこではって私が立ち上がらなければとかってさ、なんか感じとか、私はなんで生まれてきたんだろうっていうところで、ここでやっぱりね結構多くの人たちが気がついてたりしてるから、自分自身で自立するっていうかね、自力っていうのがいろんなことが起きてきてるんですよね、この地球で。すごいいい兆しだと思うし、私たち自身も一人一人がそれをやっていただくといいと思います。だから自力とか自立の覚悟を今月中にしっかりしておく。今覚悟決めればいいよね、それでやっていくんだなって。要は遠回りになっちゃうから、それをしていかないと結局いつかやるわけで、自分が目指すところっていうのはね、本来の自分に気がついていきたいと思ってるんですよ。自分自身が気がついていきたいと思って生まれてきてる魂がほとんどだと思いますので、それをやっていただくといいと思うんですね。で自分に力が戻るのはここなんですよね。本当の目覚めが起きて、やっぱりね経験の中で自分でできるんだとか、自分って何なんだろうとかってさ、やっぱ自分で考えるっていうこととか、自分でできるんだっていう、そのなんかこう最初はよちよち歩きなんだけど、そういう風にやっていくことによって自分がちょっとずつ経験を積んでいって、だんだん大きな大木になっていくみたいな。小さい最初はね目なんですけれども、やったことないからね、自分で立つとかやったことないけど、なんかできるのかもしれないっていう小さな成功体験を重ねていくことによって、私もできるんだなっていうことに気がついていくから、今まで何かを頼っていたものをもう手放していって、しっかり自分自身で考えていく、自立していく、自力っていうことですね。でスピリチュアルなことも私自身の動画っていうのも本当に自力のためにあるって感じですね。ほとんどなんか皆さんもできますよって言ってると思うし、簡単にいろんなことがテクニックを、要はその自分でできるからね。で自分でできるからなんていうの、他の人を頼っていただくのも時々やっぱり自分でずっとやってるのも疲れちゃうから、頼っていただくのもいいと思うんですけど、自分でやることによって早いんですよ。早いし、要は自分と生きてるのは自分自身なわけだから、気がついた時にこうできるっていうことをねいっぱい取り入れていただくと、なんていうのかな、気がついた時に自分がちょっと調子悪いなとか、何かモヤモヤすんなとか思った時、手放したりブロック解除したりとか、心地よくいたりとか、波動を整えるとかっていうことを訓練していくっていう風にしていただくといいと思います。であとやっぱりね、これからですね、一人一人が今までにない全く新しい世界を生きる、前例がない時代を生きるんですね。これからやっぱ人類が体験したことのない時代をね生きていくわけ。私たちそこをね生きていくんです。だから過去のデータとか今までのデータが全く通用しないっていう世界ですね。これはめっちゃ面白いってことですよ。なんでかっていうと、だからみんなが同じスタートラインに立ってるってことですね。すごそうなさ教授とかそういう人たちが過去のデータと照らし合わせてても、そのデータが合ってるか合ってないかっていうことが起きてきてるってことなんですね。もちろんそれが合ってるのかもしれないけど、それが本当にこの先に通用するかとか、そういう風な過去のデータとか今までの概念とかそういうものをと照らし合わせても全く通用しない世界になっていくわけだから、その時にやっぱ何を頼るかっていうのは自分の感覚なんですよ。これこそ本当の意味での目覚めであり、自分でできるんだとか、なんていうのか、自分で選択する
選択したいんですよ、自分が。一人一人が本当は選択したいんだけど、そういう誰かが言ったことを鵜呑みにしてると結局自分で選択するっていうさチャンスがなくなっちゃうんですね。だから本当にこうなんていうのかな、そういう感じのなんていうの、今までのねそういうすごそうな人たちも全く、なんていうのかな、手探りで進む、私たちと同じように誰もが手探りで進む時に入ってきましたので、これを自分自身で一人一人が考えていく、自立していく。で、要はこれをやることによって自分の光が本当に最大限大きくなるんですよ。これが自分でできるんだっていう、ここが本当の目覚めで、自分の本当の輝きを取り戻すところなんですよね。だからここが一番の近道だから、今月中にね本当に自力とか自立っていうのをね意識していただくといいと思います。何かを言われた時になんかちょっと調べるとかね、自分自身でよくこういう風に見えるんですけど何ですかってそのまま聞く人とかいるんだけど、自分で一回どんな感覚がするかとか、何か見えた時ちょっと自分でどんな感覚がするかとか、何か情報が入ってきた時にどうなんだろうって自分でネットで調べるとか、なんだろうな、この食べ物をね美味しいよって言われた時にちゃんと食べてみるとかね、自分で一回ちょっと味見してみるみたいな、そんな感じで、やっていくと、これが自立とか自力になってくると思いますね。で自分の感覚ってすごいんですよ。もう無限大のすごい力を自分自身が持ってるから、そこをねやっぱりこう軸を自分自身に戻すっていうことだから、そういう感じで自分で考えるっていうこととか、まず自分自身に置き換えて自分はどう思ってるかっていうのを自分に問いただしてみたりして、でそこでいろいろ調べてみたりして、やっぱこうしようとか、なんか納得、腑に落とすとか納得させるとか納得するとか、そういう感じかな。そのような感じのことが、自力とか自立になってくると思いますので、なんかやっぱりね面白いよね。なんていうの、今までのさ概念とか今までのものが通用しないって超面白いなと思ってて、だって過去のものが通用しないってことはさ、新しいものがいっぱい想像できるってことだし、頼れるの自分だけっていうことだから、これを一人一人がやったらそりゃ本当にみんな自立して素晴らしい世界になりますよ。自分で考えるわけだから、じゃあいいものにね、自分ってほらハッピーでいたいし楽しくいたいし、私ができるんだっていうこの創造性ですね、自分ができるんだっていう創造性のこの素晴らしいこの目覚めがたくさんこの地球上で起きてるから、私たちも一人一人がね、自分で考えて自立でねやっていくっていう風にしていただくといいと思いますし、あとはこういうお仕事をねしてる方とか、何か人に教えてる方はやっぱりその人たちが自立できるように、自力でいけるように、やっぱりそれのサポートっていう感じですね。手を出しすぎないようにするっていうことも大事だと思いますし、一人一人やっぱり力あるから自分で考えてもらう、時々ちょっと突き落とすじゃないけどさ、やっぱ可愛い子には旅させることも大事なんですよね。そう突き落とすっていう言い方も変ですけれども、自分で考えてもらう、考えさせるっていう言い方かな、なんか考えてもらうだな、考えてもらうっていうやっぱりことをちょっとこうなんていうの、全てに対して手を差し伸べるんじゃなくて考えてもらうっていうことをやると、自分でやっぱり掴んでいくんですよ。よちよち歩きだけど掴んでいくから、そのような感じのことをやっていくと、本当に誰もが自分の力を取り戻して、この世界でね新しい本当に世界で創造っていうのは本当にクリエイトしていくってことですね。小さなことからクリエイトが始まってくるから、今月中はね、だから、今年中ですね、12月の動画も撮りましたけれども、一つだけこれだけはやっとくといいなって思ったのは、自力とか自立の覚悟を決める。自分自身が覚悟を決めていただいて、そこに対して、まずは決めることですね。そうここが一番早い目覚めになり、一番自分自身の力を取り戻す最短距離ですね。ここをやっていただくといいと思いますので、ぜひぜひやってみてください。ではでは。